どうも、単独歩行者です。今回のサムネイルは少しトゲがありましたね。少々強い言葉を使ってしまいましたが、あまり強い言葉を使うなよ、弱く見えるぞ、と言われそうなので、キャイン、と弱い私が話す内容は、そこまでトゲトゲしいものではありません。というわけで、今回もリラックスしながら気軽に楽しんでいただければ嬉しいです。前回の動画で読書が好きだという話をしましたが、中でもミステリーが特に好きで、その中でも特にリーガルミステリーが好みのジャンルです。ところで、法律というのは解釈の幅が広く、必ずしも一般論が正しいとは限らない側面もありますよね。前置きはこのくらいにして、本日は道路交通法についてお話ししようと思います。以前、私の動画のコメントで、高速の追い越し車線をずっと走っているのはダメだ、といただいたことがあります。これはその通りで、気をつける必要がありますが、そのコメントに返信する形で、ダメじゃなくて違反だろう、みたいなコメントがありました。違反なんですか？道路交通法には、追い越し車線をどのくらい走ると違反になる、といった具体的な明記はありません。そのため、実際には、警察に捕まった時点で初めて違反と判断されることになります。どうして動画を見ている人が違反かどうかを判断できるのでしょうか。違反の可能性はあるにせよ、明確に違反と断定されているわけではないので、わざわざコメントで指摘することでもない気がしますね。と、こういった内容が SNS にははびこっている気がします。X のポストを見ていると、たびたび、煽られ論争のような話題が上がりますが、個人的には速い車が来た時は素直に左に寄せて譲るのが一番だと思っています。煽る側の問題は言わずもがななので今回は触れませんが、譲らない側の言い分にも少し違和感を覚える部分があるので、そのあたりを深掘りしていきたいと思います。譲らない側の主張としてよく挙げられるのは、法定速度で走っているのだから譲る必要はないというものです。さらに、法定速度いっぱいで走っている以上、追いつかれた車両の義務違反にも当たらないので、譲る必要はないという意見もよく聞かれます。果たして本当なのでしょうか。まず確認すべき点は、法定速度がメーター読みではなく、実際の実測値に基づいているかどうかということですね。スピードメーターには一定の誤差が許容されていることが、道路運送車両の保安基準によって定められています。具体的には、スピードメーターが 40km 毎時を表示している場合、実測値が 30.90 から 42.55km 毎時の範囲内であれば許容されるという内容です。要するに、同じ 40km 毎時を表示して走っていても、実際には車両ごとにスピード差が 10km 毎時程度生じる場合があるということですね。この誤差があるため、法定速度で走っていると主張しても、他車との速度差や交通状況では異なる解釈が生まれることがあります。したがって、譲る、譲らないといった判断をする際には、単にメーター読みだけでなく、周囲の状況や実際の流れを考慮することが重要です。と、本日はこんな感じで、SNS にはびこる不毛な会話について雑談してみました。個人的には、私が絶対に正しいという固まった思想の持ち主は、事故とか起こしそうで怖いし、普通に嫌いですね。そんな人は一部な気がしますが、私も無理せず臨機応変に対応していこうと思います。速い車が来たら譲るよと共感いただけた人は、いいねを押してください。それは敗者の理論だと思った愛禅様も逆にいいね言っちゃいましょう。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。